皆さんこんにちは、ヒロです。いつも動画の方をご視聴いただきありがとうございます。前回はリアタイヤの交換とドライブチェーンの交換、前後ブレーキの取り付けとエア抜きを行いました。タイヤに関してはチューブレスタイヤにもかかわらずチューブを入れて無理やりビードを上げるという下道な手段でタイヤを組み上げました。でドライブチェーンに関しても間違ったリンクの数え方をしてそのままぶった切ってしまいチェーンが短くなるという大失態を犯しました。前回は本当に失敗とやらかしの多い回でした。で今回はマフラーのオーバーホールをやっていきたいと思います。ツースト乗りだったら一度はねチャンバー焼いてみてって思ったことある方結構いるんじゃないでしょうか。僕もねずっとやってみたかったんですけどなかなか機会がなかったので、今回はマフラーを焼いてチャンバーをオーバーホールして、であとサイレンサーも分解して、グラスウールを交換して仕上げていくような形になります。それでは行ってみましょう。はい、それではね今回はですね、この車外マフラー、チャンバーですね、こいつをですね一度外してサイレンサーを分解してオーバーホールしていきたいと思います。で具体的にどうやるかなんですけども、このサイレンサー部分に関してはサイレンサーはこのリベットを外してで中のグラスウールを交換します。でこのチャンバー、この膨張室自体は火で炙って中のツーストオイルとか、燃料のドロドロしたやつですね、それを焼きます。ではね取り外して作業の方始めたいと思います。それではね外していきます。で本当はね純正のねチャンバーが欲しくて探してたんですけども、やっぱり30年前のものなんで、今ねあんまりもう状態のいいものがないような感じでしたね。それなんでね、じゃあこれ元からついてる車外チャンバーなんですけども、オーバーホールして使おうということで、今やってます。でこれちなみになんですけども、このチャンバー車外チャンバーなんですけども、ちょっとメーカー不明で分かんないんですよね。なんかこれ分かる方いますか？この形見てこれどこのチャンバーなんですかね。これじゃあねちょっと場所移動してね、まずこのチャンバーのねサイレンサー部分、こいつをねオーバーホールするために分解していきたいと思います。でまずねこのサイレンサーの分解なんだけども、このねちょっと焦げ跡があってガリガリになってるけど、このリベットの部分、このシルバーの部分だね、こいつをまずね外していきます。でこれどうやって外すのって言った時に、このインパクトとねあとドリルを使ってねこのリベットを壊すって感じですね。それで外していきます。よっしゃいこう。下の段がねこんな感じでね取れました。結構ねゴミ出るね。あとまだ上の4つがあるんでね、これも外していきます。うわー取れた。いや汚ねうわ汚ねえなこれ、すごいね。はいじゃあサイレンサーで中身抜けました。真っ黒ですねこれね。正直ね外す前もね音そんなに別にうるさいわけじゃなかったから別に大丈夫かなと思ってた感じでバラしたけど、すごいねこれボロボロだよ。このグラスウール外して中の芯出していきますね。汚いねこれちなみにねこのグラスウールねガラス繊維だから、もし交換する人いたら手袋とかねこんな感じでつけてやった方がいいですよ。手に刺さるとすごいチクチクするし痒いし、で水で洗っても全然取れないしみたいな、結構うざいんでね手袋こうやってつけてやった方がいいですね。うわ汚ねはい、それではね今ねグラスウールの方をね外しました。これが芯ですね。でこれがグラスウールで、これが外筒になりますね。苔跡があったりするんでちょっと気になるんですけど、それしょうがないということでとりあえず外筒と芯は使います。でこいつだけ交換するような感じですね。でとりあえずまず洗浄していきたいと思います。まずねちょっとこいつらを片付けてきれいにします。はい、それではねさっきチャンバーのサイレンサーの方をオーバーホールしてたんですけども、次はねこいついきたいと思います。チャンバー自体ですね。こいつをどうやってじゃあオーバーホールするか、きれいにするか、答えはこいつです。チャンバーで嫌になった話だこの火にねぶち込んで、この中の未燃焼ガスをね、燃焼させていきます。で最後ね燃焼すると、この辺から煙が出てきて、最後はボロボロのカスが出てくるんじゃないかと思うので、それではねチャンバーの方を焼いて、オーバーホール、中きれいにしていきたいと思います。
浜口。あ、そうそうそう。大声出てて、あぶられっかいっていう。バシャバシャ。それをね、俺ずっとこれやりたくて。で、なんかねえからさ、時に、今日ちょうどチャンバー行くんだったら、このチャンバーでそれを果たそうと。やっぱやりたいよね。黄金伝説懐かしいね。チャンバーパイ。危ねえ危ねえちょっとしょぼいっすね。イメージだとブラーっていってほしいです。さっき投げちゃいましたけど、ちゃんとセットします。セットとかただ置いて置くだけなんで。セットとかセットもクソもねえから。かっこいいこと言ってるけど全然だろ。はい、じゃあ今ね、チャンバーのね、膨張室部分を焼いてます。煙はね、多少出てきてるけど、どっちかというとなんか未燃焼ガスがめちゃくちゃ出てきてるね。やばこれ。やっぱ未燃焼ガスだから火つくね。すげえ。チャンバーが火ついてる。チャンバーがそれではね、チャンバーの方なんですけども、煙もね全然出てこなくなってきて、さらに表面の塗装もねいい感じで取れてきたので、この辺で今回はね終わりにしたいと思います。いきます。生きたね。いきますね。こんもりです。まだ出てくるから、ほら、先生。やばくねこれ。おお、めちゃくちゃ出てくるじゃん。いやすごいなこれ。こんだけ出てくれば、やった甲斐あったでしょって感じです、ね。綺麗になってるでしょ。で最後は塗装だね。最後は軽く耐熱塗料を拭いて取り付けていきたいと思います。はい、それではね、チャンバーの焼きが終わったので、これからサイレンサーとインナーバッフルですね、これを塗装していきます。塗料は当たり障りない耐熱ブラックで仕上げました。これ割とね、乾くのに時間がかかって、自然乾燥で1日くらい置いといたんですけど、まだベタベタしてるような感じですね。やっぱちゃんと熱入れないとしっかり乾かないみたいです。それではね、チャンバーの方ですね、塗装の方が終わりました。結構ね、綺麗になったかなと思います。こんな感じの仕上がりになりました。昨日ね、火の中にぶち込んで、このチャンバーのね中身を焼いて、カーボンを出して、このサイレンサーの部分はねもう外してあらかじめ洗浄をしといて、昨日一緒にこのチャンバーと塗ったような感じですね。若干ねサビのねこの跡というか、このエクボみたいなのちょっと若干残ってますけども、綺麗になったんじゃないでしょうか。ということでね、今度はねこのサイレンサーをね組んでいきたいと思います。はい、それではね、これからねこのサイレンサーの消音材グラスウールをねこいつに巻いて土に戻していきたいと思います。最初はこんなもんかな。よいしょ。じゃあこいつはね巻いていこう。で今回巻くのはね結構長いんですけど、これ60センチですね。このねもともと入ってたサイレンサーのグラスルーの長さが60センチだったので、同じサイズにしてみました。これね、ここの際のところに入れながら巻くのが結構むずいですね。割とむずい。綺麗にいかない。それではね巻けました。でこのサイレンサーのこの消音材をね押さえるために針金をね入れなきゃいけないみたいなんだけど、ちょっと付属してなかったのと、もともとのやつ入ってなかったんで、結構これパツパツに入れたから大丈夫かなと思うんで、このままね筒に入れていきたいと思います。振ってえなこれ。そんななる。入った。こんな感じか。これではね、サイレンサーのね、グラスウール、とりあえずね、今入れ込みました。で、今度ね、ここにね、こうやって穴が開いてるんですよね。で、ここをね、このリベットを使ってね、止めていきたいと思います。で、まずリベットを打つ前に、リベット穴のところに、シール、コーキングなんですけども、を入れていきます。これで排気漏れを防ぐような感じですね。で、その後、リベットを入れて、リベットを打ち付けていくような感じになりますね。とりあえず1箇所こんな感じでいきましたね。はい、とりあえずね今ね2箇所でき
きました。やっぱりハンドリベッターで 5mm 結構硬いですね。じゃああとね、もう残りがね、6箇所あるんでね、それもやっていきたいと思います。でリベットを全部打ち終えたら、最後にインナーバッフルと筒の間、ここですね、排気漏れ防止のためにコーキングを入れていきます。それではね、シール剤もねしっかり打ち終わったので大丈夫かと思います。これでね、じゃあサイレンサーのねオーバーホールは終了になります。車体取り付けていくの楽しみですね。ではやっていきましょうか。よっしゃ、じゃあこのオーバーホールしたねマフラー取り付けていきます。音楽しみだね。やっていきましょう。ここね、チャンバーとサイレンサーのねジョイント部分なんだけど、軽くね液体ガスケットをやっていきます。よっと終わったね。よし、いいね。 OK。ちょっとねやかましい音してますけども、正直ねオーバーホール前とあんま変わんねえんじゃないっていうような感じですね、正直な印象が。汚れ具合見るとね、やってよかったなと思ってるんですけど、ぶっちゃけ今聞いてる限りだとそんなに音わかんないですねまあって感じですけど、はい、それではね、今回はこのチャンバーのサイレンサーとこのチャンバー自体のオーバーホールを行いました。音はね、正直な感想、変える前と変えた後そんなに変わんないかなっていうのが正直な印象なんですけども、あんだけのね汚れを見てると、やっぱり変えなきゃいけないというか、やっぱりメンテナンスはね絶対必要だなっていうふうに感じました。今回ねしっかりマフラーの方もオーバーホールできたので、これでね詰まりによるねエンジンストールとかはないかなと思いますので、一安心できたと思います。はい、それではここまで動画の方をご視聴いただきありがとうございました。今回はマフラーのオーバーホールをやってみました。昔からずっとねツーストのマフラー焼いてみたいと思ってたんですけど、その夢というかなんかそういう野望が一つ叶った回だったので、今回すごくね楽しめてオーバーホールできたと思います。そして次回はヘッドライト周り、テールランプ、あと電装系周りをね仕上げていきたいと思います。いつまでもねこんなね骨バイクの状態で動画撮ってるとやっぱそろそろ寂しくなってくるんで、少しずつ外装も乗っけて完成に近づけていきたいと思います。時代に逆行したこのバイクのレストア修理をですね応援してもいいよって方いましたら、チャンネル登録もしくは高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。